ジンドブリ、ジンドブリ、ジンドブリ。そう、こんにちは、ジンドブリ、ジンドブリ、ジンドブリ。こんにちは、ゆきみんです。今日は私のポーランド語の勉強法についてお話ししたいと思います。ポーランド語だけじゃなくって他のいろんな言語を勉強されている方にちょっと参考になるかなと思うので、最後まで見ていただけると嬉しいです。Dziś chciałam opowiedzieć o tym, jak uczyć się polskiego. Bardzo przepraszam, ale będę mówić po japońsku. Niedługo nagram podobny filmik na polski kanał. Oczywiście po polsku. 今回お話しするのは、例えばポーランド語の文法はこれをやってこれをやってこうやって覚えていきましょうみたいな話をするんじゃなくって、どんな語学にも言えるようなお話をしたいと思っています。最初に言っておくと、私多分語学そんなに得意な方では実はなくって、大学は外国語学部でスワヒリ語っていう東アフリカの言語を勉強してたんですけど、多分語学のセンスとかは本当にゼロだと思います。本当に覚えるのが遅いし、文法とかも全然ですけど、ただ語学にすごい接する機会が多くて、大学の時はちょっとエスペラント語を見てみたりとか、今はもちろんポーランド語をやったりとか、最近ちょっと韓国ドラマにハマってて韓国語も興味が出てきたりしてるんですけど、そんな感じで語学に関して私はみんなよりすごい得意っていうわけでもないんですけど、ただちょっとずつしてきたっていう感じです。今回お話しするにあたってどういうことを普段やってるのかなっていうのを書き出してみたら、7つですね、やってる方法っていうのがあったので、それを一つずつお話ししたいと思います。まず1つ目、これめちゃくちゃ大事なことだと思うんですけど、自分がどういう勉強法、どういう吸収法を使えば頭に入りやすいタイプかっていうのを最初にしっかり把握しておくっていうことです。それが分かったら困らんわっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと聞いてください。どういうことかっていうと、何か情報を吸収するとき、これ語学だけじゃなくっていろんな歌を覚えるとか楽器演奏を覚えるとか、そういうのとかも全部そうだと思うんですけど、何かを吸収する時って得意な方法っていうのが皆さんそれぞれにあると思うんですよ。例えば目で見て覚えるのが得意だったりとか、耳で聞く方が覚えられるだったりとか、話して実際使うと覚えやすいとか、それともひたすら書くのが自分には合ってるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、意外と皆さん結構自分がどれが一番得意かっていうのを把握できていない方っていうのが多いと思ってて、世の中っていろんな勉強法があるじゃないですか。YouTube でもすごいいろんな勉強法紹介されてる方いるし、調べたらいくらでも勉強法って出てくると思うんですけど、その勉強法ってその人が成功した勉強法なんですよね。その人は例えばひたすら書いて覚えました、これですごい勉強をはかどりましたって言ってるかもしれないけど、それがご自身に合うかっていうと、それってちょっと違うと思うんですね。やっぱり自分に合ってる方法っていうのを一つちゃんと把握して、それになるべく時間をかけるっていうのが一番早いと思います。私の場合はですけど、私は結構耳で聞いて覚えるタイプなんですね。なのであんまりっていうかもう皆無なんですけど、ノートに書いたりとか、書いて覚える、ひたすら書くみたいな勉強は一切しないです。本当にしないし、目で見て覚えるとか、そんなのも絶対私は無理なので、とにかくたくさん聞く、もうこれだけですね。本当にこれだけをやってます。多分なんですけど、私昔ピアノをちょっとやってたことがあって、それの影響が若干あるかなっていうふうに思うんですよ。っていうのも、周りを見てても楽器をやってる方って結構耳で聞いて覚える方、よく耳コピとか言うじゃないですか。聞いた音楽をそのまま弾いたりとか演奏できるみたいな、そういうのが関係してるのかなってちょっと思うんですけど、ご自身でちょっと楽器が得意とかやった経験があるとか、音楽の成績が良かったっていう方はもしかしたら耳で聞く勉強法が合ってるのかなっていうふうに思うんですけど、これ語学だけじゃなくて、今までご自身がどういうことをやっていろんなものを吸収してきたかっていうのを振り返ってみて、その方法をたくさん使って勉強するっていうのがすごく効率的だと思います。2つ目は、自分に必要な知識から勉強していくっていうことです。例えば私今ポーランドにいてポーランド語をちょっと勉強してるんですけど、一番どういうジャンルの単語を覚えてるかっていうと、食品関係のものを一番覚えてます。食品の名前、食べ物の名前だったりとか、あとはパッケージの裏に書いてる原材料名、原材料何が使われてるかとか、そういう例えばなんとかオイルとかってすっごいマイナーな言葉だとは思うんですけど、ただ私は今生活上必要だからそれを自然に覚えてるんですね。
自然にというかそれを優先して覚えるようにしてるんですね。例えばそうだな、私ポーランド語で二酸化炭素って何て言うのか知らないんですけど、二酸化炭素みたいな言葉ってすごい難しいし、普段使わない言葉じゃないですか。普段使わない言葉でもテキストに出てきたからとか、なんか読んでた本に出てきたから、まあとにかくひたすら覚えようみたいにしていっても、なかなか頭ってこう吸収してくれないんですね。なので自分が今キンキンで必要な情報から入れていくっていうのがいいと思います。これ別に海外に住んでいる方じゃなくてもそうで、例えば今度旅行に行く時があったらこんな会話するだろうなとか、こんな言葉知ってたら便利だろうなっていう言葉から優先して覚えていくだったりとか、海外の方とインターネットでねチャットとか、メッセージ交換する時にその時に必要になった言葉から覚えていくとか、スカイプとかズームとか使って話してて、あこれ言いたいけど言えないみたいな、そんな単語があった時にそれから優先して覚えていくとか、もう本当に自分が必要なものから覚えていくといいと思います。結局ねそういう言葉しか実際使わなかったりするので、そこから優先して覚えていくといいかなと思います。これ文法もそうなんですよ。多分スラブ系の言語を勉強されてる方はみんなそうだと思うんですけど、ポーランド語にも男性名詞、女性名詞、中性名詞があって、それによって文法もすごい活用が変わっていくんですね。例えばポーランド語だと私は本を買ったっていう時、私はクピワムクションシュケンっていう風に言うんですね。でそのクピワのところは、女性の活用なんですよ。クピワムクションシュケン、クションシュケンが本なんですけど、クピワムクションシュケン。でもこれがもし私が男性だったらクピウエムクションシュケンっていう風にクピワじゃなくてクピウエに変えないといけないんですね。でも私は男性ではないので、私がクピウエムクション試験っていうことなんて多分一生ないんですよね。ずっと私はクピウアムクション試験って言うし、女性の活用の方法で文法を使って喋ります。言語を勉強していて一番最初のステージって自分が自分のことについて話すっていうことだと思うんですよ。皆さんが旅行で誰か友達ができたりとかしても、その自分のことを紹介する時って自分を主語にして自分の話をしますよね。英語でもそうじゃないですか。I を主語にして話すことの方が一番多いと思うんですけど、 they とか we とか一番使う頻度が少ないものっていうのは私は後回しにしてもいいと思ってて、ポーランド語とかそういう男性女性中性みたいな名詞の活用がある言語だったら、もう私が自分のことを喋る時に使う女性名詞の活用からとにかく覚えていくみたいな感じで、単語もそうだし文法に関しても後回しにしていけるものはどんどん後回しにするっていう感じでやります。でこれをやっていくとなんでかわかんないんですけど、自然にその他の活用もなんとなく頭に入っていくんですよ。それは多分もうそもそも知っている単語、いつも自分が使っている活用がちょっと変わっただけなので、いちいち勉強しなくってもみんなが使ってるのを聞いたりとか、テレビで聞いたり見聞きしたりとかすると自然に頭に入ってくるので、最初からこう小さな細々とした文法を全部みっちり頭に入れようっていうのは考えなくていいかなっていうふうに思います。3つ目は一度に覚えようとしないっていうことです。これ前のスーディオさんのイヤホンの紹介をした動画でもお話ししたことがあるんですけど、とにかく勉強何に対してもそうだと思うんですけど、1回で覚えようとしないっていうのはすごく大事だと思います。1回で覚えようとすると1回で覚えられなかった自分に対してすごい残念に思っちゃったり、もちろん人間ね1回ですぐに覚えられる人なんてなかなかいないと思うし、私は語学ってその言語と友達になる作業だと思ってて、例えば皆さんがいつもご覧になってるアニメだったりとかドラマの出てくる登場人物だったりとかも、一回見た時にそのキャラクターがすごい好きになったりとか、ドラマの登場人物のキャラクターにすごいハマるかって言ったらそうじゃないと思うんですよ。アニメを何話も何話も見ていったりとか、ドラマを見ていくうちに感情移入していったりとか、何回も見聞きすることによって親しみやすさみたいなのを感じて、で知らぬ間に好きになってるっていうことがよくあると思うんですけど、私は語学もそうだと思ってて、一回見た単語をその場で覚えるなんて無理です。でも何回も何回も同じ単語をどこかで見れば知り合いみたいな感じでだんだん仲良くなっていく。最初は知り合いだけどだんだん友達になって、親友になっていってみたいなで、最後は欠かせない存在になるみたいな感じで覚えていくんですね。例えばさっき言ってた原材料名っていう単語、ポーランド語でスクワズニキって言うんですけど、そのスクワズニキっていう言葉を私は単語のリストで見ていきなり覚えたわけではなくって、何回も何回もスーパーに行っていろんなもののパッケージの裏を見るたんびに、スクワドニキ、これ原材料名、
たいな感じで何回も見るから覚えてた、自然に覚えてたし、スーパーに行くだけじゃなくって、例えばレシピ、ポーランド語のレシピをネットで見た時にもそこにもスクワードに切って書いてたから、あ、これ原材料名っていうことなんだなっていう風にだんだん自分にこう染み込ませていく。そっちの方が結果的に単語も覚えやすいというか離れにくいというかね、すぐに忘れちゃわないです。これは本当にそうで、何回もいろんなところで聞いたりとか見たりとかして出会いを重ねていった単語の方が結果的に忘れづらかったりもするので、そんな風に一度に覚えようとしないっていうのはすごい大事だと思います。そうだから単語のリストとかを作って、これを今日一晩1時間で覚えて、で次明日になって見てみたら全部忘れてた、自分できないんだって思うとかは本当にやめてほしくて、単語のリストを作るのは全然悪くないんですけど、リストを作ってみたら、その日はそれで終わりで明日とか明後日とかしあさってでそのリストを見るでもいいけど、音楽を聴いててその歌詞聞いたりとか、その言語のドラマを見ててそこで登場人物が使ってたとか俳優さんが使ってたとか、それでもいいし、いろんなところで見聞きするその機会っていうのを作るようにしてみるといいかなと思います。4つ目は文法の勉強をあんまりしないっていうことです。これに関してはいやそんなことないっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、あくまで私個人の話として聞いていただければと思うんですけど、文法の勉強をなぜしないかというと、文法の勉強をしすぎると勉強した気になるからです。特に私はポーランド語の勉強をしながらすごい感じたんですけど、ポーランド語って一説によると世界一難しい言語って言われたりとかするぐらい、とにかく文法がすごい難しいんですよ。でも文法すごい難しいっていうのを最初に知ってたから、最初はテキストとかを見ながら一つ一つの文法を確認していったんですけど、確認するとね分かるんですよ。もちろんなんというか、ポーランド語って文法を正しく使おうと思ったらルールはすごいちゃんとしっかりしてるので、ルールさえ頭に入れてしまえば結構ねややこしいんだけどややこしくないみたいなパズルをやってるような感じなんですよ。これとこれを当てはめればこの意味になるみたいな感じで、ただ勉強をすごいした気になってしまうなっていうのをすごい思ってて、この文法こういう構造で成り立ってこういう意味になるんだ、へえすごいおしまいみたいな感じで私は終わっちゃうことが多くって、やった気にならないために、実際に使えるようにするために文法の勉強っていうのはあえてやらないようにしています。っていうのと、これ言語だけじゃないんですけど、勉強をしてる時に詰まるとそこで泥沼にはまるタイプなんですよ。例えばこの文法のこのすごい細かいところが分かんないってなると、そこばっかり考えちゃってイライラし始めてみたいなタイプで、これ語学だけじゃなくて、特に学生時代は数学ですごい悩んだんですけど、数学のこの証明のここの一行がなんでここが必要なのかが分かんないみたいな感じで、もう何時間でも机にへばりついて考えちゃうみたいな、本当にダメなタイプなので、そうやってそういう泥沼にはまってそこで解決していって、それで向上していくんだったらいいんですけど、私の場合はその泥沼にはまるたんびにその言語とかその勉強してるものが嫌いになっちゃうんですよ。またややこしいこと考えないといけない、またあんなイライラしないといけないんだったらもう勉強したくないみたいな感じになっちゃうので、行き詰まらないように、その語学自体が嫌いにならないようにその文法の勉強っていうのはあまりしないようにしています。その言語を母語としている方って別に文法を勉強してできるようになったわけじゃないし、赤ちゃんが言語を覚えていく、母語を覚えていくのと同じような方法でやってもいいんじゃないかなっていうふうにすごい思ってます。あと自分が最終的にその言語を使ってどんな人になりたいのかっていうのをなんとなくでもいいから決めておくと、文法の勉強をすごいするかしないかっていうのは決められると思います。中には文法の勉強をしっかりやって、で翻訳家の仕事がしたいだったりとか、正しい文法を身につけた上でしっかりとした仕事に就きたいっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方はね文法をみっちり勉強されてると思うんですけど、私はあんまりその細かい文法とかは間違えても全然いいというか、間違えているところに突っ込まれてその人と仲良くなるぐらいの気持ちというか、そのぐらいの気持ちでやってるので、
で、細かい文法までしっかり理解した上でその言語を使っていく人になりたいんだったら、文法の勉強もちろんやるべきだと思うんですけど、ただ私みたいにその細かい勉強、細かい文法についての知識は別にいらないけど、とりあえずなんとなくでもいいからできるだけいろんな人とコミュニケーションが取りたいなとかだったら、細かい文法の勉強っていうのはいらないんじゃないかなっていうふうに思います。で、そういう勉強方法を選んだ場合、私と同じくその文法を勉強しないっていうふうに決めた場合は、すごい割り切ってやった方がいいです。例えば私すごい意識してるのは、なんでって思うのを禁止にするっていうことです。例えば私は文法としてこの知識を知ってるのに、なんでこのポーランド人はこんな風に話してるんだろうみたいな、これは私の知ってるポーランド語じゃないってなったりする時もたまにあるんですけど、その時なんでって思わないようにしています。なんでとかじゃなくって、もうそれはそういうものだからっていう風に思うようにします。ちょっと自分が勉強した、自分が知ってるものと違うことをポーランド人の方が話してたりとか、そういうことが本とかに書かれてたりとか見聞きしたりしても、なんでって思うんじゃなくて、そうなんやっていう風に思うようにしてます。それから5つ目は日常生活になるべく取り入れるっていうことです。これも前に動画でお話ししたことあるんですけど、例えばスマホの設定、言語の設定をご自身が勉強している言語に変えるとか、そういう小さいことでもいいし、さりげなく日常生活にその勉強されている言語を忍び込ませていくっていうのがすごくおすすめです。Netflix を見るときに日本のドラマ、火花とかそういうのいろいろあると思うんですけど、日本のコンテンツを見るときにあえてポーランド語の字幕を入れてみるとかで、そこで必死にその字幕を追って勉強しようっていう気は全然なくって、ただなんかちょっとチラ見するみたいな感じですね。こんな感じで使うんだみたいな、さりげなく勉強してる感じにしない、さりげなく生活に取り入れるっていうのをやりますね。お勉強しようとかじゃなくって、今やってることにちょっと追加するだったりとか、何かちょっと変えてみるとかですね。料理をする時とかもちょっとご自身が勉強している言語で書かれたレシピを使ってみるとか、普段聴いている音楽をその言語の音楽に変えてみるとかでもいいと思うし、勉強しているっていう感じにするんじゃなくて、なんとなく日常に入れていく。これって別に海外に住んでなくても全然できると思うし、私も実際今ポーランドにいるのはいるんですけど、全然ね、外に出たりとかいろんな人とコミュニケーション取れるような状況ではないので、それは家の中でできるようなことっていうのはやるようにしています。6つ目は実際に使うっていうことです。で、この実際に使うっていうと、その言語の母語のネイティブの方と一緒に話すっていうことだけではなくて、例えばなんですけど、私ポーランド語で今 YouTube のチャンネルをやってて、そんなに更新頻度は高くないんですけど、あれが実はすっごい勉強になってて、やっぱり一つの動画を作るのにいろんな単語を知ることができるし、しかもその内容が結局自分がリアルでポーランド人の友達と喋る時にも使いたい単語だったりテーマだったりするので、すっごい便利なんですよ、本当に。で、そのチャンネルで動画を出したら、やっぱりポーランド人の方からすごいコメントをいただいたりとかして、そのコメントを見て、自分のポーランド語こんな風に聞こえるんだとか、こんな風に理解されるんだとかっていう反応が分かったりするし、別にそのネイティブの方と直接喋るだけが実際に使うっていうことではないと思うんですね。それで言うと、さっきお話ししたそのレシピをご自身が勉強している言語に変えて料理を作ってみるとかでも全然実際に使うっていうことの中に含まれると思うし、YouTube とかはちょっと極端な例かもしれないんですけど、 SNS とかね、なんか Instagram とか Twitter とかをその勉強している言語で書いてみて、そこでどなたかとつながってコミュニケーションを取ってみるとか、普通にね、ネットで知り合いを友達を作ってメッセージ交換したりとか喋ったりとかでもいいと思うんですけど、できるだけ使う機会っていうのを増やしてみるといいと思います。で、最後7つ目が一番私は大事なことだと思ってるんですけど、今現在できていないことじゃなくてできるようになったことを数えるです。これは別に言語の勉強だけじゃなくて、どんな勉強だったりとか人生そのものに言えることだと思うんですけど、言語って 100% できるようになる状態って
ないと思うんですよ。これネイティブであってもそうだと思うんですけどね。だって私が 100% 日本語をしっかり理解できてるかっていうとちょっと自信がないですね。たまに漢字あれって思ったりするし、文法間違ってるなって後から気づいたりもするし、そういうものだと思うので、私のポーランド語のレベルってめちゃくちゃ低いです。本当にポーランド語とかできる方からしたらもう何こんな偉そうに喋ってんねんって思われるかもしれないんですけど、本当に全然できないレベルだと思います。知らないことの方が山ほどあるし、そんなすんなり何事も問題なくポーランド人のネイティブの方と全部会話できるなんてまだまだ全然できないし、でもただ去年の自分と比べるとめっちゃできるようになってると思います。去年はそれこそポーランド語の文字の読み方も分かんなかったし、バーって単語が書いてあってその読み方も分かんなかったんですよ。ポーランドに来た当初なんて、例えばこんにちは、ジンドブリとか、ありがとう、ジェンクイエンとか、それを覚えるのもいちいちメモに書いて、それをお店に行くたんびにジンドブリ、そう、こんにちは、ジンドブリって言ってジンドブリ、お店を出る前、会計の前に会計並びながら、ありがとうはジェンクイエ、そう、ジェンクイエって思って会計されてる間もずっとジェンクイエ商品をもらった時にジェンクイエ、そのぐらいのレベルですよ。本当に全然できなかったけど、今は別に何も考えなくても自然にジェンクイエって出てくるし、そういうことを思うと自分が今できないことなんてもうどうでもいいんですよ。そんなことよりも自分こんなにやったみたいな、こんなに成長したっていうことを数える方が楽しいですよね。こんなこともできない、あんなこともできない、こんなんも言えない、あんなんも伝えられないって思うよりも、自分は全然ポーランド語ができなかったのにちょっとコミュニケーションが取れたとか、ネイティブの方に今までは何にも言えなかったのにちょっと会話が続くようになったとか、言ってることが分かるようになったとか、外歩いてて広告を見た時に今まではその広告何か分かんなかった、写真で判断するしかなかったのを今は文字を読んで意味がなんとなく分かるみたいな。もちろん全部の文章分かんなくていいんですよ。でもその中に知ってる単語が1単語とか2単語でもあればすごい嬉しいし、ポーランドのテレビニュースとかをたまに流してても何言ってるか全く分かんないけど、でも知ってる単語をこの3分ぐらい聞いてて何個かあったなとか、それを数えるのもすごい楽しいし、できないことを数えていいことってあんまないんじゃないかな。それよりかは自分がこんなことができるようになったんだっていうのをちゃんと数えて、それで自分で自信を持つっていうのはすごい大事だと思いますね。英語勉強されてる方も結構多いと思うんですけど、英語もそうですよ。だって最初愛が私を意味するなんて分かんなかったじゃないですか。英語勉強し始めた時って愛の後ろになんでアムなんっていう私はそれで中学校1年生の時に散々学校の先生を悩ませてしまったんですけど、なんでみたいな、なんで愛の後ろはアム、なんであーじゃなくてアムなんみたいなことで、本当にもうなんでみたいなことを思っちゃってたんですけど、それでも今はそんなこと思わないですよね。もう愛ならアムだし、ウィーならあーだしっていうのはもうそういうものだってもう染み込んでるから今は分かるし、中学校1年生だった時に比べたらすごい成長してるなって思うし、これって本当に言語だけじゃなくてどんな勉強とか、それこそ人生を通して言えることだと思うんですけど、もっと自分のことを褒めてほしいなって思うんですよね。会社の仕事とかでもそうだと思うんですよ。会社だって例えば新入社員の方だったら最初名刺の交換の仕方もわからない状態だし、電話応対の仕方も分かんない状態で会社に入っていわゆる仕事っていうのができるようになったりしたりとか、そうなった時に自分はまだまだこの上司みたいにこんなことができてないとか、あんなことができてないとか、人前で喋るのがまだまだ苦手だとか、企画が考えられないとか、そんなことを考えるんじゃなくって自分は例えば4年前5年前電話応対もできなかったけど今は電話出れてるとか今はちゃんと喋れてる、相手の言ってること意味がわかるとか、ちゃんとビジネスメールが書けるとか、そういうすごい小さなことでもいいから自分ができるようになったことっていうのをちゃんと数えてほしいなってすごい思うんですよ。それが結局モチベーションにつながるし、結局いろんなことが上達していく、
言語だけじゃなくてこう人生を上達させていくためにすごい大事なことじゃないかなっていうふうに思います。勉強法で悩んでるなっていう方がいらっしゃったら、私は結構語学に関してはちょっと適当にやりながら勉強していきたいタイプっていうか、あんまりその語学に時間をかけたくない、その語学の先にあるものに時間をかけたいし、皆さんそうだと思うんですけど、自分のこう母語で考えることの方が深くまで考えられたりとかするじゃないですか。例えば太宰治の本を読んでこんな風に思ったっていうのを説明しろって言われた時に、私は日本語だったらすごい深くいろんな言葉を知ってるからですけど、もちろんすごい深くまで感想が話せるけど、でも例えばねポーランド語だったりとか英語だったりとかスワヒリ語でそれやってって言われたらすごい浅い感想しか言えないんですよ。だからもちろん思考の幅っていうのも言語っていうのはすごい左右すると思うので、普段だから別にね今ポーランド語勉強してるからって言って頭の中で考えることも全部ポーランド語にしなきゃとかっていうすごい追い詰めてやってるわけではないし、むしろそこは日本語で考えたいなっていうふうに思ってるんですけど、語学を勉強している人がよく言いがちなのが、英語とか他の外国語でもに比べて日本語って本当にボキャブラリーが豊富で表現が豊富で、もう日本語の方が絶対いいみたいなことを言う方っていらっしゃると思うんですけど、私はそれはすごい間違ってると思ってて、それは自分がネイティブだからそう思うんだと思うんですよ。やっぱりポーランド語にはポーランド語にしかない表現があったりとか、英語には英語にしかない表現があったりとかするし、それによってこう思考の幅が広がったりっていうのはすごいあると思うので、やっぱりこう理想っていうのはもちろんいろんな言語を深くまで勉強して、その考えの思考の幅っていうのを広げていくっていうのが言語を勉強する最終目的と言ってもいいんじゃないかなって私は思うんですけど、ただ思考を広げるにしてもやっぱり自分の根幹にある価値観だったりとか、自分が本当にやりたいこと、実践したいこととか叶えたい夢とか、そういうものがあってこそ他の言語で違う価値観を知った時にこの価値観いいなっていう風に自分の中に取り入れることができると思うので、根詰めてというかすごい必死になって勉強することはないかな。楽しく、ね、せっかく言語を勉強して自分の視野を広げようって思ってるのに、それによってこうストレスをためたりとか、もうその言語嫌いとかもう勉強嫌みたいになっちゃうのが一番良くないと思うので、ゆるく勉強すればいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ということで今日は私のポーランド語語学の勉強方法7つについてお話ししました。何か参考になれば嬉しいです。ではでは、ゆきみんでした。バイバーイ。Cześć!